廃墟になってしまった祖母の家。 DIY 素人の兄弟で再生。廃墟復興を目指して。廃墟になってしまった祖母の家の復興を始めて約2年半の時が経ちました。今日の動画で400日目です。今日の動画では復興進行状況&ビフォーアフター、引き屋工事について、今後について、この3つを説明できたらいいなと考えています。動画の本数も多くなり、これから宿作りが本格的に始まるので、視聴者様に今後の流れを理解してもらい、一緒に宿を作っていくようなイメージで、日々の動画をより楽しんでもらうために、今回の動画を作っています。廃墟復興を始めて400日目が経ちました。今回は全体の進行状況、ビフォーアフターを説明します。昔はすごい竹林でしたが、今はここまで綺麗に何もなくなりました。でけえこれは。今回抜根した竹の量はすごいですね。ここにある柿の木、ヒノキの木、家の裏のカシの木、これは地元の専門家の方に協力していただいて近々伐採予定です。このすごい大きさの木は製材屋さんにお願いして製材にする予定です。それでね、大きなテーブルだったりとかいろんな DIY に使えたらいいなと思っています。こっちの方はね、ちょっと建物に近い関係で一回見てもらわないと、どういう状況かまだは未定です。監督が来ました。久々じゃん監督。1週間ほど姿を見せなかった。監督もね、昔はね逃げていましたがちょっと今パンチされそうになりましたが、すっかり懐いてくれました。昔は本当逃げ回ってた野良猫でしたが、
食べるか。焼きそばの匂いが嗅いできた。狙っとる。近づいてきた。なんだ。食べるか。待って、俺と焼きそばがある。まだ食べてないのに。やばい。ダメダメダメやばい。ダメダメ。こんなにも懐いてくれる可愛い猫になるな。あれ、足どうしたの監督。一個引いてる。怪我したのか。足を怪我してる。まだね、少しここにはゴミがあるので、鉄だったりね、瓦礫なんですけど、こういうのは捨てに行かないといけません。すごい量だね、ほんと。そしてここにある元傾斜は、なくして、ほんと昔の洗濯機じゃん。お、ネズミだ。ネ
ネズミがいっぱい出てきた。この辺りが宿になった時に駐車場になる予定です。この辺はね、伐採した柿の木やまだちょっと廃材がねあったりするので、ここら辺も地道に捨てていく必要があります。そしてこのぬかるんでいる通路もなんとかしたいなと考えています。ここもね、昔はジャングル状態でアケビとかもなってたりしたんですが、アケビあ、これ違うかな。いやでもアケビっぽいかも。食える？アケビかもしれん。なってたとこ見たことないけどね。うん。アケビだったら結構ショックだね。マジ？ずっと食べたことなくて食ってみたいなと思ってたんだよ。アケビですね。アケビじゃん。いやでもまさかこんなところにさ生えてるとは思わんじゃん。そうね。残っている切り株はユンボで抜根して、ここも整地して、あの奥も畑にしたいなと考えています。空とロゼもすっかり大きくなりました。こっち向いた。本当だ。尻尾短っ。ねえ、いっぱい。あ、ちょっと重いけど持てない重さではないけど、暴れごめんね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 。あ、ダメダメだ。あ、大丈夫だ。あ、ついてくじゃん。なんでついてるんだ。なんでついてくるの。食べてるよ。
喧嘩しとる？ほらダメだ、喧嘩する。あ、かわいそう。ムキになってやばい。ってむしるね、これちぎるね。ほんと今はもう体重がもう40キロ、空が35キロ、ロゼがもう45キロぐらい、もうほんと人間の体重と変わりないぐらい大きくなりました。でもね、ほんと2匹ともいい子に育ってくれていますね。懐かしいですね、来た時が。そしてここの庭はジャングル状態からかなり綺麗になったんですが、まだまだね、抜根した根っこだったりとか抜根した穴とかがあるので、ここは整地して今度はね、木を植えたり植物育てたり、快適なね、理想の庭に向けて庭の DIY も進めていかないといけません。母屋は着工に向けて解体を進めています。現在古民家を骨組み状態にするために瓦を落とし、土壁を剥がしています。自分たちで解体作業をすることで解体費用が50万円から100万円浮く。解体が終わったらいよいよ着工です。2月中には解体を終わらせたい。残る作業は1階の外壁剥がし、瓦礫の片付けです。その後からはプロの方が加わり、本格的な工事が始まります。解体後、骨組みになった古民家は引き屋という技術で移動され、さまざまな修繕・基礎工事が施されます。引き屋とは、古民家を解体して骨組みにする、家を動かすためのレールを設置する、家を動かす、基礎工事を行う、家を元の位置に戻す。引き屋とは建物をそのままの姿で傷つけずに移動する技術のことです。家やビルやお城などの建築物などをそのままの状態で移動する建築工法です。道路拡張や土地区画整理、敷地有効利用のために別の場所へ移動するために利用します。また、高地へ移動させることで湿気を避け家を長持ちさせたいときにも利用されます。そして歴史的建築物や重要文化財をそのままの姿で移動し保存する際にも利用されています。築200年の廃墟をそのままの姿で残し、安心して泊まれる宿にするには基礎工事は必須です。現在の廃墟の基礎の作りは石場建て。簡単に言えば石の上に家が乗っているだけです。昔ながらの伝統工法でメリットとしては防腐性に優れていますが、耐震性が低いのが最大のデメリットです。最近は大きな地震もあり、いつどこで何が起きるかわからない。大切なおばあちゃんの家、ここまでの僕らの努力、そして何より泊まりに来る人の命を守るため費用はかかりますが、引き屋工事で耐震性、安全性に優れた宿にすることにしました。引き屋のメリットは廃材が出にくくエコロジー、基礎の補強、傾きや歪みを直せて災害に強い、歴史的建築物を維持できる。引き屋にはものすごい技術が必要です。引き屋ができる業者は全国を見ても120社程度しかなく、専業となるとわずか10社程度です。
長野県にも引き屋のできる業者は数社しかなく、素晴らしい技術を持った業者様に今回協力していただけることになりました。今回想像以上に大掛かりな工事になるので、前回お願いしていた建築士様とは別の建築会社様に依頼をし、設計工事の段取り各業者への依頼を進めていただいております。かなり設計図や完成予想図もできてきたので、近々動画でも公開します。瓦礫もかなりあるので、これの片付けが本当に大変そうです。地獄の片付けが始まります。まだまだやらないといけないことが山ほどありますが、いよいよ春から着工に入り、プロの方も協力してくださり、作業を進めていきます。より見応えのある動画になっていくと思うので、ぜひチャンネル登録をしてお待ちください。私たちも精一杯宿作り、動画作りを今まで以上に頑張っていきます。引き続き応援よろしくお願いします。本日もご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。廃墟になってしまった祖母の家を孫たち4人で再生しています。年内目標はチャンネル登録者数20万人です。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは次回の動画もお楽しみに。